今日はスノのプロンプトブースト、この機能についていろいろと調べてみるよ。この機能はスタイル欄の右上にあるこのアイコンをクリックすると、入力済みのプロンプトがより詳細になる。つまり内容がブーストされるわけだね。 V4.5 でこの機能が登場した時に私は動画で否定的な感想を述べたけど、今は面白く使える機能だと思ってるよ。いろいろと注意事項も多い機能だけどね。まず一番大切な注意事項は、この機能はチャットボットでしかないってこと。例えばハローって入れてブーストすると、ハローって挨拶を返す可愛い子だよ。ハローに対してハローと返事したのは100回試行して5回、つまり 5% だった。今日の動画で説明する確率は全て試行回数100回で何回出たかで算出してるよ。こんな風にブーストくん、歌唱は軽い会話には乗ってくることもある。会話の中で自分はチャットボットであると自己紹介もするので、確実にチャットボットだね。チャットボットだと何が問題なのかというと、適当な結果を返してくることが多い。例えば日本語でハードロックと入れてブーストすると、ブースト結果も日本語になる。でもスノはほぼ日本語を理解しないから、このプロンプトを入れても効果はないよ。英語でも例えば雅楽をブーストすると小、七力などの楽器が出てくるけど、この楽器名も効果のないプロンプト。ブーストは効果のない単語も出してくるんだ。ブーストが生成するプロンプトはそれっぽい文章を作るだけで、スノで効果が出るとは限らないよ。ブーストを使うときには注意すべきだね。ではブーストの生成するプロンプトにはどんな効果があるのか調べていこうか。ブーストはスタイル欄に入力された単語から連想される音楽ジャンル、楽器、雰囲気、連想されたいろいろな単語を使って決まった形式の文章を生成するよ。それにどんな効果があるのか、ここでちょっと実例を紹介しようかな。メジャージャンルの EDM、R&B、個性の強いメディーバル、グラインドコア、この4種類のジャンルの曲をブーストなしとブーストありで比較してみよう。
いろいろなジャンルでプロンプトをブーストして曲がどう変化するかを聞いてもらったよ。ブーストを使って関連する楽器名や曲の雰囲気を示す言葉が増えるといろいろな楽器が目立つようになったり、雰囲気を作るエフェクトが多用されたりする。結果的に曲に厚みが増すことが多いね。これは基本的には良い効果だと思うよ。ただ元のジャンルと曲調が変わってしまう厄介な問題がかなりの確率で発生してしまう。この現象はマイナージャンルで起きやすい。ちょっと先ほどの例を分析してみようか。例えば先ほどのメディーバルのブーストだけど、ハーディーガーディーって単語が入ってるね。ハーディーガーディーは弦楽器の名称だよ。メディーバルでよく出るあの少しうるさい音。でも素のでハーディーガーディーは効果がない。意味のないプロンプトになっちゃうんだ。次にグラインドコアのブーストを見てみよう。ディストーテッドギターの単語があるね。ディストーテッドギターは歪んだギターの音。グラインドコアの特徴の一つではある。でもこの音は大抵のメタルで使われるから、この単語は曲をメタルにする効果があるんだ。グラインドコアでブーストを使った時のディストーテッドギターの出現率は約 78%。 つまりグラインドコアでブーストを使うと高確率で普通のメタルっぽくなってしまう。マイナージャンルでブーストを使うと効果のない単語が出てきてしまったり、他のジャンルにしてしまう単語も出てくる。だから曲調が大きく変わってしまうんだ。ならメジャージャンルなら問題はないのかというと、そんな簡単な話でもなくて、先ほどの R&B のブーストを見てみよう。ブースト後のプロンプトに R&B の文字がない。 R&B でブーストすると約 24% の確率でブースト結果に R&B の文字が含まれなかった。 R&B に限らずブーストした結果に元のジャンル名が入らないことは時々あるよ。そして R&B の文字が入らなかった場合はもちろん高確率で R&B っぽくならなくなる。ブーストはかなりのランダム性があって、外れを引くと微妙な結果になるってことだね。そして最後にブーストの長いプロンプトは生成結果にかなりばらつきが出てしまう。曲に影響を与えるプロンプトが多いから生成の都度曲調が変化しやすいんだ。まとめるとブーストには3段階の問題点があることになる。まずはブーストに不向きなジャンルでブーストをしてもほぼうまくいかないこと。そしてブーストに向いているジャンルでも微妙なプロンプトが生成される可能性もある。最後にブーストが良いプロンプトを作っても生成結果が微妙になっちゃうこともある。この3段クルーンみたいなガチャを乗り越えないと良い曲は生成できないね。だからかなり使いにくいんだけど、成功すれば良い曲を作れる機能ではあるよ。次はブーストで生成されるプロンプトの文章の形式について話してみようか。ブーストのプロンプトは単語単位ではなく音楽を説明する文章として生成される。この文章は音楽の構造と同じ形式、イントロ、バース、コーラスの流れで記述されるよ。先ほどの R&B のブーストが分かりやすいと思う。前半から文章をちゃんと読んでみると、バース、コーラス、ブリッジの単語が音楽の流れと同じ順番で並んでいるね。ただこれでバースやコーラスの曲調を操作できるかというとそんなことはない。ブーストのバースやコーラスの内容はある程度自由に指定することはできるよ。例えばこんな内容でブーストしてみようか。 R&B バースピアノ、コーラスハープ、ブリッジハーモニカ。ブーストすると指定した位置の文章が指定した楽器を含んだ文章になったね。ただこのプロンプトで曲を生成してもコーラスでハープが鳴ったりはしないよ。曲のどこかでハープやハーモニカが演奏される効果はもちろんあるんだけど、スタイル欄に入力したプロンプトは指定した範囲に効果を出すことはできない。ブーストで生成したプロンプトでも無理だから、従前通りメタタグを使うのが一番だね。だからブーストでそれっぽい文章を作る意味はほとんどないと言っていい。ブーストの長所は文章を作ることではなく、関連する単語を手軽に大量に入力できること。ブーストの基本的な仕様の解説はこんな感じ。基本の解説だけですごく長くなった。ここまではブーストを使わない方が良い。事例を中心に解説してきたから、この後はブーストを使うと面白い事例を紹介したいけど動画の時間が足りないね。ブーストってプロンプトが長くなるから、解説しようとすると話がすっごい長くなる。そしてブーストってランダム性も強いから、
どんなに頑張っても解説しきれないんだよね。出現確率 1% 以下の単語も大量にあるんだ。全部紹介するのは不可能に近いね。だからブーストは仕様を理解なんてせずに適当に使ってみるのが正しい使い方だと思う。試しにブーストしてみてうまくいけば OK。 微妙なら使わないって考えで良いと思うよ。次回の動画ではいろいろなブーストの効果をより詳しく解説していこうと思うけど、複雑な割にはあまり役に立たない。そんな解説になると思うから注意してね。それじゃまたね。